号まで特急成田エクスプレスに乗ってきました。成田エクスプレスは新宿、東京、品川などの首都圏の主要都市と成田空港とダイレクトに結ぶ特急です。今回乗車したのは新宿駅10時8分発特急成田エクスプレス17号成田空港行きです。新宿駅5番線に折り返し特急成田エクスプレス17号となる電車が到着しました。使用車両は E259 系特急車両です。到着の電車は折り返しのための車内清掃を行った後乗車することができます。6両編成の基本編成を2本つないだ12両編成で運転されていました。6号車と7号車の間は先頭車同士が連結されており車内から移動することができます。ただし6号車と先頭の12号車はグリーン車です。6号車の側面多目的トイレ部分には大きな E259 系のロゴマークが表示されていました。新宿駅出発前に出発までの時間を利用してトイレの探検に来ました。こちらは6号車にある車椅子の方も利用できるトイレです。トイレ内はとても広く列車の中とは思えない清潔で快適なトイレでした。ベビーチェアやおむつ交換台もあり小さなお子様を連れた方でも安心して利用することができます。ただしウォシュレットは設置されていませんでした。空港に向かう特急なので大型の荷物置きスペースが各車両に設置されていました。ダイヤル式のワイヤー上でセキュリティも安心です。座席のデザインは黒色を基調にしたシートに赤色のアクセントがあるシックなデザインでした。普通車にも可動式のヘッドレストが装備されています。本日は JR 東日本をご利用くださいまして誠にありがとうございます。この列車は成田エクスプレス17号成田空港行きです。座席の指定を受けていただいたお客様と10時8分新宿駅を時刻通りに出発しました。終点成田空港到着は11時27分です。96.6 キロ1時間19分の旅が始まりました。新宿駅を出発した特急成田エクスプレスは山手線、総武快速線、成田線を走行し成田空港へと向かいます。まもなく渋谷に到着いたします。渋谷を出ますと次は品川に停車いたします。すべての座席にコンセントが設置されています。新宿を出発してから6分、最初の停車駅渋谷に到着しました。渋谷駅は新宿発着のすべての成田エクスプレスが停車します。渋谷駅を出発しました。次は品川に停まります。新宿から大崎までの間は湘南新宿ラインの線路を走行します。このため車窓には並行して走る山手線の電車を見ることができます。恵比寿駅を通過しました。
山手線の電車に軽々と追い越されています。新宿、渋谷と出発した後の車内はかなり空いていました。車両によっては混雑した号車もあるようです。車内はとても静かで快適でした。大崎駅を通過しました。この後列車は大きく左へとカーブし、品川駅へ到着します。まもなく品川に到着いたします。品川を出ますと、次は東京に停車いたします。品川駅には大船駅発着の成田エクスプレスと新宿発着のうち約半数の列車が停車します。東海道新幹線の効果が見えてきました。ここから先は総武快速線の線路を走行します。品川駅に到着しました。品川駅を出発してすぐに新宿行きの成田エクスプレス8号とすれ違いました。ここから先、馬喰町を越えるまで地下線を走ります。まもなく東京に到着いたします。東京を出ます。次は空港第2ビルに停車いたします。We will soon make a brief stop at Tokyo TYO。東京駅から先の成田エクスプレスは6両編成を2本つなげるのが基本です。お手洗いは6両の基本編成の一番前と一番後ろ、1号車と6号車の2カ所にあります。このトイレ配置のおかげで号車によっては結構大移動しないとトイレにたどり着けない車両があります。頻繁にトイレに行かれる方は1号車、6号車を指定されることをお勧めします。カーテンは落ち着いた明るい色合いのものが使用されていました。東京駅の到着は総武線地下ホームへ到着します。新宿発の一部の成田エクスプレスは東京駅で大船駅から来た編成と連結しますが、元から12両編成のこの電車は連結することなく出発します。東京出ますと次は空港第2便に停まります。途中千葉には停車いたしません。この電車は千葉には停車いたしません。ご注意ください。A limited express ticket is required. If you do not have a limited express ticket or a ticket that is valid for today's unreserved seats, please purchase one in advance before boarding. If you have not received a seat reservation with the NEX Tokyo round-trip ticket, please use an empty seat in a regular car. ドアが閉まります。
の走行位置のほか、停車駅への到着時刻の案内が表示されていました。馬喰町まで地下区間を走行した後、列車は地上へと出ます。両国駅付近から錦糸町駅までの間、車窓左側には東京スカイツリーを見ることができます。マンションなどが多く立ち並ぶこの区間ではスカイツリーをきれいに見ることは少し難しかったです。それでもかなり大きく建物の間からではありますが、スカイツリーを望むことができました。錦糸町駅の横には留置線があり、総武快速線の E235 系がたくさん停車していました。錦糸町から千葉駅までの区間は総武線各駅停車との複々線区間となっています。列車は総武線各駅停車とバトルを繰り広げながら荒川を渡ります。この区間では列車密度の高い総武線各駅停車の影響を受けず、快適な速度で走行することができます。列車は江戸川を渡りました。市川駅では先行する総武線の快速を追い越しました。総武快速線内では特急らしい素晴らしい走りを見せていました。途中千葉駅、成田駅などには止まらず、東京駅、空港第2ビル駅間ノンストップです。もしかして成田エクスプレス17号は最速列車なのかと調べてみたら、最速は53分でこの電車は56分かかっていました。がむしゃらに走る各駅停車を軽々と追い越していく、まさに胸のすく走りを体感することができます。新宿を出て渋谷、品川、東京までは先行列車との間隔もあり、なかなか速度を出すことができなかった成田エクスプレスですが、総武快速線内ではその名の通りエクスプレスな走りを見せてくれていました。空港特急といえば関西でははるかが有名ですが、関西の化け物快速、新快速の間を縫うように走るはるかにも引けを取らないまさに俊足な走りを総武快速線では感じることができます。津田沼駅を通過しました。少し速度を落として千葉駅を通過します。黄色い色の総武線各駅停車はこの駅までです。この列車は通過しますが、半数程度の成田エクスプレスは千葉駅に停車します。停車している235系は成田空港行きの快速です。千葉駅からはこの列車の後を追って成田空港を目指します。
通過後、右上には千葉モノレールの橋脚がしばらくの間並走します。モノレールにはいろいろな種類があり、軌道にまたがる小座式や軌道からぶら下がる懸垂式などがありますが、千葉モノレールはぶら下がるタイプのモノレールです。近未来的な光景の千葉モノレールの走る千葉駅を後にして、特急成田エクスプレスは成田空港を目指します。津賀駅の手前で先ほど千葉駅出発の際並走したモノレールが再び合流してきました。一瞬ですがちょうどモノレールとすれ違いました。物井桜駅間では田園地帯が広がり、緩やかなカーブが続く有名な撮影地でモノサクという通称まであるそうです。特急成田エクスプレスは千葉駅を出た後、総武線内に比べ少し速度を緩めた感じで走行していました。この辺りまで来るとやはりカーブが多く、あまり速度を出せない感じがしていました。車内には案内表示器があり、停車駅の案内や現在の走行位置などを表示していました。走行位置案内を見ると空港まであとわずかなのがわかります。治水駅を通過しました。通過後、列車は緩やかな右カーブを通過します。最後尾の1号車に乗車しているので、先頭がカーブを通過するのを見ることができます。列車はかなり速度を落として成田駅を通過しました。成田山新勝寺の最寄り駅です。成田駅にも一部の成田エクスプレスが停車します。到着前は大変混み合います。成田駅を通過後しばらくすると、車窓右手に成田山新勝寺の平和大塔が見えていました。列車終着駅でお荷物を引き渡します。ここまでは伏線でしたが、ここから先単線区間に入ります。열차 도착 시에는 매우 혼잡하오니 미리 내まもなく空港第2ビルに到着いたします。お忘れ物のないようここまでお支度成田線を走ってきた成田成田エクスプレスは、ここから先空港までは成田空港高速鉄道という第3セクターの軌道上を走行します。こちらは京成グループの会社です。成田線の線路と分岐し、空港への線路に向かいます。合流してきた線路は京成線の線路です。ここから先成田空港までの間は京成線の線路と JR 線の線路が並走し、空港まで向かいます。一見複線区間に見えますが、 JR 線、京成線、それぞれの単線の線路が横並びに走っているだけの線路です。一瞬複線にして同じ線路を走ればいいと思ったのですが、京成線は標準期、 JR 線は狭期なので線路幅が違うため、このような線路配置となっています。この区間ではどちらも単線のため、列車本数の確保から途中で行き違いのための信号場を設けています。京成線の線路が2本に分かれました猫屋信号場です。ちょうど京成スカイライナーが対比線に入っていきました。
この後通過線を空港行きのスカイライナーが通過していきます。 에 도착하겠습니다. 국보 나이니비루역을 출발하면 今度はこのトンネルを出たあたりに JR の行き違いのための信号場、堀之内信号場があります。ちょうど新宿行きの特急成田エクスプレス16号が回避してくれていました。京成線、JR 線ともに列車本数を増やすためにそれぞれの信号場を最大限に活用しています。成田空港の一つ手前の駅、空港第2ビル駅に到着しています。この駅では2分ほど停車していました。ちょうど京成スカイライナーの空港駅が到着しました。伏線に見える線路に同じ方向に向かう電車が並ぶのは不思議な感じがしました。空港第2ビル駅を出発しました。2分ほどで終点の成田空港に到着します。まもなく終点成田空港に到着いたします。お忘れ物のないようご支度ください。本日は JR 東日本成田エクスプレスをご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ち申し上げております。終点の成田空港に到着します。新宿駅を出てから1時間19分。山手線のビルやマンションの立ち並ぶ大都会の区間や総武快速線での胸のすく素晴らしい走り、成田線内での変化に富んだのどかな風景や珍しい単線の線路が2本並んだ京成線との並走区間など、まさに飽きることのない変化に富んだ素晴らしい車窓が満喫できる特急でした。成田空港駅のホームには関西ではおなじみですが関東ではほぼ見ることのない昇降式ホーム柵が設置されています。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。東京都心の各駅からダイレクトに成田空港を結ぶ JR の空港特急成田エクスプレス乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。